というわけで、お誕生日です。2歳になったよ。おめでとう、ありがとう。一人でできるもん。いや、でも、お祝いしてくれた人、ありがとう。本当は、11月11日、昨日がお誕生日だったんだけど、新しい BL 小説を知り合いに書いてもらったら、忙しくて当日はお祝いできなかったって書いてあったから、だったらその通りにしようかなって思って今日になった。間に合わなかったとかじゃないからね。振りみたいになってるけど、間に合わなかったわけじゃないから。余裕があったから、ノベルゲーム作っちゃった。ぶっちゃけ、創作 BL で検索すると、結構ほとんどが漫画だから、普段小説読まないなって人にも触れてほしくてゲームにしてみた。そしたら、これ、手前味噌なんだけど、文字ばっかりより驚くほど読みやすくて、これからも何話かゲームにしてみようかなと思った。まだ公開してないんだけど、後でゲーム実況してみるね。小説の方は、とりあえずプロローグを書いてもらったんだけど、ちょっと悩みができちゃって、俺の一人称で進んで、俺が攻め設定でお願いしたんだけど、攻めの一人称って需要あるのって。まだどっちにも転べるから、11月13日頃までアンケートを取ってるから、BL の好きな人はぜひ投票してほしい。俺の X アカウント、これここでアンケートしてるから、ぜひ投票してみてほしい。どうする？なんか誕生日配信っぽくないから、乾杯とかする？じゃあ、皆さんお手元に何かお飲み物をご用意ください。水とか、コーラとか、お味噌汁とか、カレーとか何でもいいから。取ってこられるようにちょっと待とうか。10カウント。せーの。10、9、1、乾杯よし、俺も飲もう。水がうまいね。それじゃあノベルゲーム実況を始めようか。初見実況。ゲームは作ったけど朗読はしてないから初見実況だと思う。何分くらいでプレイできるかストップウォッチかけてみるな。タイトルはこの素晴らしい腐りきった世界のために。前回の小説の俺が書いたプロローグのドクターっていうキャラクターのセリフで、この腐りきった世界へようこそっていうセリフがあったんだけど、そのセリフを生かした感じのタイトルになりました。ゲームは作ったことなかったからゲームとしてはあんまり面白くないかもしれないんだけど、小説として読む分には結構いい感じになったと思う。ちょっと待ってね。どれくらいでゲーム実況ができるのか、ストップウォッチをかけたいと思う。ストップウォッチスタートで始めていこうと思う。初めから違うな。初めから鼻腔をくすぐるいい香りで目が覚めた。俺の正確な腹時計はそろそろ午後6時だと告げている。夕食の時間だ。
まだ眠い目をこすって起き上がり、鼻をヒクヒクさせる。この匂いは俺の好きなトマトソースだ。トマトソースがあるということは、当然メニューはお肉で。俺は寝ぼけながらも飛び起きて、細く開いた寝室の扉を目指す前にと伸びをした。ここは母屋とは別のプライベートな別棟にある節の寝室だ。お昼寝するときはいつもここと決めている。お布団についた節の匂いが気持ちいいから。お肉は逃げない。もう2歳の俺はちゃんとわかってる。えらい。ダブルベッドから悠然と降りて、長い尻尾をピンと立てて四つ足でリビングへと向かう。やあベンジ、ちょうどよかった。今起こしに行こうと思ってたんだ。カウンターキッチンの中で節がふにゃっと微笑む。節は清潔感はあるんだけど、天然パーマでいつも髪は跳ねっぱなしだ。それにヨレヨレの白衣。お世辞にもハンサムとは言えないってやつらしい。お屋敷にいっぱいいるメイドさんが話してた。でも俺は分かってないなと思う。お風呂上がりの節は食べちゃいたいくらいセクシーでかっこいいということを。白衣の下には適度な筋肉がつき、ウェーブのかかった髪がまぶたに降りかかるのを想像すると、おへそのあたりがムズムズする。俺は思わずカウンターキッチンに入って立ち上がって節の方に三角耳をすりつけた。今包丁使ってるから勘弁してベンジ。くぐったそうに節が笑う。君の好きなステーキだよ。知ってる。付け合わせのサラダの大根をトントンと刻む手際の良さにボレボレしちゃう。普段は母屋のお屋敷で別々に食事をとるから、節が食事を作ってくれるのは特別に嬉しいことだった。手を出したら怪我をするからな。わかってるもん、そんなこと。素早く動く包丁に飛びつきたいのを我慢してるの、なんでわかったんだろう。見透かしたように節は目を細めて笑った。笑うと糸みたいな目になっちゃう節の笑顔、好きだ。今焼けるからサラダとスープをテーブルに運んで。俺が大好きなのは血の滴るようなレアのお肉。あと節。こんなことを考えながらお皿を運んでいたら、高いノックの音が響いた。どうぞ。入ってきたのは羊の猪狩さんだった。長い黒髪をオールバックにして後ろで縛り、塩ビ服の尾を揺らしてる。チロリと俺と節に視線を往復させてから不機嫌な声を出す。というか、この人が機嫌がいいところを見たことがない。節様、またですか？専属のシェフにご不満が？不満はないよ。ただ母屋だとベンジーと一緒に食べられないだろう。節様は高梨財閥のご長男です。
ペットとままごとをするのはいい加減になさいませ。ちょっと違う。いい加減になさいませ。ペットじゃない。彼は獣人という立派な人間だ。人権だってある。君は優秀な執事だけど、ベンジーに対するその失礼な態度はやめてもらえないかな。珍しく、節が強い声を出す。だけど猪狩さんは、深いため息を一つついただけだった。まあ、あと1年はお好きになさいませ。30歳までには、許嫁の甘露寺様に嫁がれるご身分なのですから。そうはっきり聞いたのは、今日が初めてだった。許嫁って結婚する人のことだよね。目だよ。節は俺のものなんだから。ベンジ。節が赤くなったり青くなったりしてる。慌ててカウンターキッチンから出てきて俺の口を塞ごうとしてたけど、それより先に俺は言う。節は俺のお嫁さんになるって約束したもん。それは本当ですか、節様。いや、それは、今年の七夕にベンジーが短冊に書いた願い事で、猪狩さんがまた深く吐息した。そらご覧なさい。子供は冗談や方便の類がわからない。取り返しがつかなくなる前に関わらないようになさいませ。失礼いたします。それだけ言うと、猪狩さんは扉をピシャリと閉めて出て行ってしまった。俺は急に不安になる。俺より少しだけ背の高い節を見上げて問う。節は俺のお嫁さんになれないの？いや、これは少し難しい話だな。その話は後にして、君の大好きなステーキでお祝いしよう。何をお祝いするの？君の2歳の誕生日だよ。昨日は忙しくてお祝いできなかったから。漠然とした不安を抱えながらも、俺はせめてお行儀よくしようと席に着いた。大きなお肉が運ばれてきて、こちらに気が取られてしまう。今思えば、こうなることが分かっていて、節は俺の大好きなお肉を焼いたんじゃないかと思う。すべての始まりの2年前から、少しずつ思い出していこう。この素晴らしい、腐りきった世界のために。プロローグ。と、ここで、おしまい。プロローグはおしまい。To be continued。ストップウォッチを止める。9分43秒76。だいたい10分。実況歓迎なんだけど、実況する人は多分自分の感想も言うと思うから、多分だいたい15分あれば実況できると思う。実況、ノベルゲーム実況は歓迎してるんで、もし見てる人の中でしてみたいなと思ったら、ぜひしてみて俺に知らせてくれると嬉しい。じゃあ一旦このページ閉じるな。
どうだった？天神様が降臨してたのは、あんまり気にしないで。あとちょっと、マイクの調子が悪いのも許してほしい。ゲームだけで言うと、なんか文字だけより、俺的には、すごく読みやすかった。他の登場人物を間に合わせでシルエットにしたんだけど、なんかそれも想像の余地があって、いい感じだったかなって、個人的には思った。ゲームを公開したらまたお知らせするから、そちらから実況される方は歓迎しております。多分今年のお正月だと思うんだけど、言うのはただだから、今年の目標チャンネル登録1000人達成ってビッグマウスしたと思うんだけど、今年はあと1ヶ月ちょっとだから普通に無理だよね。でもね、300人でも嬉しいよな。俺に興味ある人が300人もいるってすごいよね。みんないつもありがとう。ありがとう。X のフォロー。X こっちかな？ X のフォロー、チャンネル登録、ファンボックスのフォローもよろしくお願いします。全部概要欄に載ってるよ。ファンボックスの方がちょっとお留守になってたんだけど、これからはちょこちょこ更新していこうと思ってるから、お願いします。フォローだけでも、フォローはただなんで。あと、X の攻め受けアンケートもこちらでやってるので、お願いします。お誕生日をお祝いしてくれた人、本当にありがとうございます。いつも絡んでくれる人も改めてありがとう。毎日楽しいし嬉しい。すっごく感謝してる。いつも感謝してる。いつも言わなくてごめん。感謝してるよ。それじゃああんまり長くなってもあれなんでこの辺で締めようと思う。これからもベンジをよろしくね。じゃ、まったなー。おつベンジー。バイバイ。